始まりました古民家 DIY の時間です。今回は土壁を再利用して土壁作りをやっていくんですけども、今回の動画では土壁を解体して山から竹を伐採してくるところまでをやっていきます。今回は土壁の部分をやっていきます。作業手順としましては、土壁を剥がして土壁を練って塗りつけると、この3ステップなんですけども、この動画ではまず土壁を落として中に入っている古米竹を解体して山の中に竹を切りに行って竹を確保するっていうところまでをやっていきます。現状はこんな感じで、もう上塗りの部分は剥がれ出してて、このね針の横は大きな穴が開いてます。全体的にもうなんかこう表面は剥がれかかってるような感じです。もう外れかかってる。簡単に取れますね。これが中塗りですね。これも落としていきます。中から古米竹が出てきました。このね中で編んでる竹を古米竹って言います。おそらくここの家が建てられた時の初期のものなんじゃないかと思うので、おそらく150年前からこの中に入っていたものと思われます。だいぶね傷んでますので、これは一回外して新しいものに取り替えていきます。見た目大変そうなんですけど、この縄さえカッターで切っておけば意外とあっさり外れますね。土壁の裏側なんですけど、竹と竹の間にしっかり土がグリップして収まってるんですよね。土壁解体終了です。もう最初がどうだったかよくわからなくなりますね。こうなると。これが土壁の中に入ってた古米竹ですね。いやー、歴史を感じますね。それでは裏のね山から竹を頂戴しようと思います。うちの古民家の、隣は結構竹林というか割と竹が生えているので、山主さんにはね了承得てるんですけど、ここから 4,5 本いただきたいと思います。早速これなんかいいですね。ちょっと曲がっとんかな。すごっ。切れた切れた。こんな感じで結構長いのいただきました。ひとまずこの3本を確保しました。で枝を払っていきます。
いやー、一瞬でナタをなくしてしまって今探してるんですけど、このフィールドがでかいんで全然見つからないですね。やっぱこういうとこでは道具を離しちゃいけないっていうことが分かりました。どこにもない。塩ビのパイプを切るパイプ層ですけど、結構切れますね。アリが働いてるわ。見えますかね、このアリの働きっぷり。いやー、みんな頑張ってますね。よいしょ。よいしょ。これは相当長い竹ですね。123、2メーター3本切って、まだこっからまだ先があるね、あそこまで長い。重っ。最後までご視聴ありがとうございます。これで土壁の解体と竹切りが終わりました。竹切りは本当に初めて山に入って、切るところからやってみたんですけど、本当に気持ちよかったですね。パサーンとね倒れた瞬間ちょっと達成感があったりとか、そこがなくなったことによって日差しが入ってなんか日当たりが変わったりとかですね、小さいことですけど何か変化があるっていうところで、今まで感じたことなかったような変化というか情緒だったので本当に新鮮でした。でせっかく頂戴した資材なので大切に狛江岳として扱っていきたいなと思いますので、次回もぜひぜひご視聴してみてください。それでは。